から話しかけられたら、何なんて言ったよ今。待ってしてるんじゃないか。だけど別の国の人の、ノルウェーかスウェーデンか忘れたけど人は、正直フランス語全然上手じゃなかったね。そんなに話せない。だけどめっちゃ喋ってたね。発言して間違えても。それにめっちゃ感動して最近よく授業やってるね、ヒカル先生。はい、よく。どんな感じですか？楽しいですね。最近特にその日本語がだんだん話せるようになってきてるね、生徒が。だから話せるトピックも、増えてきて。そうですね。それが楽しいだね。そうだね。もちろん初心者の人でも楽しいけど、やっぱりこういろんな話ができる方が楽しいかな。そうだね。面白いかな。もちろん生徒もね、そうだと思う。そうだね。あとなんか最近よく、前はどうかなわかんないけど、本当に、勉強してる単語とか、自分の力でもっと日本語を勉強してるね、皆さん。そう。もちろん私たちはその日本語を話せるようになるための、日本語の先生だけど、やっぱり自分で努力しないと話せるようにはならないね。毎日単語を覚えたり、日本語聞いたり、それでこう週1回、2回週1回2回日本語を教えてるけど、風が強いね。風が大変や。私たちはその先生として日本語を教えてるし、生徒が話せるようになるために教えたりするけど、でもやっぱりそれだけじゃ上手にはならないね。生徒自身が毎日単語を覚えたり日本語を聞いたりっていうのをしないと、イマージョンね。そう、イマージョンと勉強ね。なかなかこう 100% 話せるようになるっていうのは難しいと思う。で、週1回の授業だからかだけど生徒が少しずつ話せるようになってきたり、なんかこう前回の復習をした時に覚えていたりとか、でこう先生としても嬉しいね。そう嬉しい。ちゃんと勉強してくれたら。でやっぱ語学ってなかなかこう急にはできるようにならないね。先週と比べてその単語は増えてるかもしれないけど、文章をもっと作れたり話せたりっていうのはなかなか難しいと思うけど、1週間でね。だけどこう何ヶ月も前とか始めた頃に比べると一人の生徒、名前は言わないけど、最初は自分で見てたポッドキャストとかはその人がすごい、不自然でもないけどゆっくりな日本語で話してたね。そう、初心者のレベルだったね。N5 とかで、今はもっと自然なポッドキャスト N2 とかいろんなトピックのやつを見てるね。1年間でね。そうすごいな。びっくりした。いや本当にすごい。こんなの見てるのあれ全然スピードが違うなそうもちろん全部は理解するわけないね。私だって同じよでももうちょっと挑戦してチャレンジして、ずっとネイティブと先生と話したらだんだんレベルが
上がるね。そうね。でなんかその授業中の間だけでも、日本語で、英語じゃなくて日本語で話そうとしたりとか。そう、最初は英語で話してたか。そう別の生徒だけどその子は、結構英語で説明したり英語で話しちゃうことが多かったけど、ほんとここ最近めっちゃずっと日本語で話すね。それは嬉しい。そう、もちろん知らない単語とか、ちょっとこうどう言ったらいいとかわからない時は英語になるのは仕方ないんだけど、それはだけどこう一生懸命日本語で話そうとしたり、文章を作ろうとしたりして、今日もねだんだんなんかこう文章がね長くなってそうし上手に言えてることが多いね。だから時々びっくりする。おすごいと思って。そうね、それは本当に嬉しい。嬉しい。よくみんな、私も学習者として自分のレベルが変わるとあまり感じないね。そうだね、それはわかる。感じないけど、先生には、最初と比べたらその人のレベルは、やっぱり、ずっと日本語で喋ろうとしてるとか、いろいろそれが大事かな。気持ちいいね。その気持ちは嬉しいね。フランスに留学、ちょっと日本語じゃないんだけど、いいよ。フランスに留学した時、やっぱりこう全然喋れなくて、日本人あるあるかもしれないけど、そう日本人としてこう手が挙げれなかったり発言ができなかったりするね。内気になっちゃう、話せないから。内気ね。だけど別の国の人、ノルウェーかスウェーデンか忘れたけど人は、正直フランス語全然上手じゃなかったね。そんなに話せない。だけどめっちゃ喋ってたね。発言して間違えても。それにめっちゃ感動して感動した。そう、1週間目めっちゃしんどかったんだけど、2週間目その人の影響を受けて、めっちゃ手挙げたりとか、ちゃんと勉強もしたんだけど、そしたらやっぱ1ヶ月だったけど全然変わったね。授業に参加できるようになった。最初何歳ですかも分かんなかったね。なんて言われた今。緊張してるから分かんなかった。知ってるんだけど分かんなかった。私もだって日本に留学した時、同じ感じだった。いっぱい勉強してたけれど、話す経験がなくて、なんか話しかけられたら何なんて言った今待ってしてるんじゃないんか。あるある。そうね、全然違う。やっぱりその間違えてでも話そうとしたり、その経験が大事かな。それがすごいね、勇気がいるね。最初は私今でも市役所とかもうちょっと真面目なああいうところね。そう知らないところ、ちゃんとしてるところ。歯医者とかもね、なんかわお、ちょっとあそこは間違えたらあかんって勝手に思い込んでるね。勝手に思いしてる。そう。でも普通にちょっと話したら、その人たちは間違えても全然理解してくれるし、もうちょっと簡単に説明してくれるしこの間、何だったっけ、歯医者で予約を取るとき、いつできますかって、3日はどうですかって聞かれた。で、私を見て自分のカレンダーを見ようと思ったけど、3日って何してるんか。で、その人が3日ですかね。大丈夫です。歯医者さんはね、わからないと思ったんだろうね。そうあるある。でもそうね、間違えることを
怖がらずにうんまあ話そうとするね。うん、それが一番。先生として生徒が、まあ、間違えてでもうん。間違えてでも一生懸命話そうとする姿はなんかすごく嬉しいね。そうだね。うそうそう。ん、なんかもちろん手伝ってあげよう。まあ、それは先生だからね先生だけあれだけど、でもずっとまあやっぱり自信なくて英語で話しちゃう人も多いんだけど、うんうんうん。まあこう日本語を一生懸命話そうとしてるそうね。ちょっ方とでもが、本当にちょっとでも日本語で話したらうん、先生が嬉しいね。先生が嬉しいです。はいで自分も、うんまあ誇りに思えるね。うんそんな風に考えてる。わお、風が大変。はい。まあまとめると、みんな日本語とか、まあ、言語を勉強したら、その言語で、まあ、話そうとしたら本当に最初は怖いけど、頑張ったらいけるし、先生も嬉しい。あとはまあ結局やっぱり自分の努力が必要。そうです。それはそうです。毎日イマージョン。毎日楽毎日。しくね。でも楽しくね。そう。それが大事です。はい。じゃあ、またねー。またねー。